氷河期世代の処遇改善が決定。今更救済は間に合うのか？氷河期世代の処遇改善促進支援プログラムが正式に決定されました。政府は2026年度からの3年間でこの世代に対する支援を本格的に強化する方針を固めました。これまでも支援はありましたが、今回は明確に違います。ポイントは就職支援だけではないということ。収入、生活、老後、ここまで含めて人生全体を立て直す支援です。つまりこれは最後の救済とも言われています。ただしここで疑問が出てきます。そもそも氷河期世代とは何なのか、なぜここまで問題が大きくなったのか、そしてなぜ今更ここまでの対策が必要なのか。今回は氷河期世代とは何か、どれだけ過酷だったのか、国は何をしてきたのか、そして今回の政策の本当の意味、これを分かりやすく解説します。では行きましょう。まず氷河期世代とは何か、簡単に言うとバブル崩壊の影響を直撃した世代です。時期としては1993年から2005年頃に就職活動をしていた人たち、生まれ年で言うとおおよそ1970年から1985年です。今の年齢で言うと40代から50代前半、人数は約1700万人、かなり大きな世代です。ではこの世代の前はどうだったのか。1980年代から90年代前半、いわゆるバブル時代。この頃は仕事は簡単に見つかる、給料は上がる、終身雇用が当たり前、つまり普通に生きれば安定できる社会でした。ところがこれが一気に崩れます。原因はバブル崩壊。企業は一斉に採用を絞りました。結果、就職できない若者が大量に発生。これが就職氷河期です。さらに当時は新卒では入れなければ厳しい社会。一度レールから外れると正社員に戻るのが難しい。その結果、非正規が増える、収入が伸びない、将来が見えない、こういった状況になりました。ここで一つとても重要な話をします。実はこの氷河期世代の問題は少子化とも関係していると言われています。なぜかシンプルです。結婚や出産には安定した収入が必要だからです。しかし氷河期世代は収入が低い、雇用が不安定、将来の見通しが立たない。その結果、結婚を控える人が増え、子供を持たない選択をする人も増えました。実際にこの世代の未婚率は高く、出生数にも影響していると指摘されています。つまりあの時助けられなかったことが今の少子化につながっている可能性があるという見方です。ただしここは重要です。少子化の原因は一つではありません。晩婚化、価値観の変化、教育費の負担、女性の社会進出、こういった様々な要因があります。その中の一つとして氷河期世代の問題があるというのが正確な理解です。では国は何もしなかったのか。結論はやってはいました。職業訓練、就職支援、若者支援。ただし効果は限定的でした。理由は企業が採用しなかったからです。つまり支援はあっても現実が変わらなかった。そして時間が経ち、氷河期世代は40代50代になりました。ここで新たな問題が出てきます。貯金が少ない、年金が少ない、老後が不安。このままだと生活困窮が増える可能性があります。ここで国が本格的に動きます。それが今回の処遇改善促進支援プログラムです。今回の特徴は人生全体の支援です。正社員化、賃上げ、リスキリング、さらに社会復帰支援や老後対策まで含まれています。つまり今と未来を同時に支える政策です。ただしこれで全て解決するわけではありません。効果が出るまで時間がかかる、企業側の変化が必要、本人が制度を知らないと使えない、こういった課題があります。ここで一つ少しだけ未来の話をします。もし今回の支援がうまくいかなかった場合、どうなると思いますか？氷河期世代はこれから本格的に高齢化していきます。その時生活が苦しい人が増える、年金だけでは足りない、働きたくても働けない、こういった人が一気に増える可能性があります。そしてそれ
れは個人の問題では終わりません。社会保障の負担が増える、現役世代の負担が重くなる、経済全体にも影響が出る。つまり、この問題は一部の世代の話ではなく、日本全体の未来に関わる問題なんです。だからこそ、今回の政策は、ただの支援ではなく、未来を守るための対策とも言えます。最後にまとめます。氷河期世代は、社会の変化によって大きな影響を受けた世代です。そして、その影響は、少子化など、日本全体の問題にもつながっています。今回の政策は、その流れを変えるための大きな一歩です。ただし、本当に変わるかどうかは、これからにかかっています。あなたはどう思いますか？この政策は遅すぎると思いますか？それとも必要な対策だと思いますか？ぜひコメントで教えてください。そして、この動画がわかりやすかったら、チャンネル登録もお願いします。今後もこういったお金制度ニュースをわかりやすく解説していきます。